皆様、こんにちは。今日は、我が家にある、もみじの鉢植えの7月の様子をお届けいたします。新しいキャラクター、東北ずんこの AI の音声でお送りいたします。例年ですと、暑さでもみじの葉っぱが傷み出すことが多い季節なのですが、数本以外は、だいたい今のところ元気です。前回の動画でご紹介した日笠山ですが、とうとう枯れてしまいました。枯れた原因は、土の中にいたコガネムシの幼虫らしいものに、細い根っこをほぼ食われてしまったからです。上の方の葉っぱや枝が枯れていき、下の方まで枯れ込んできました。残念ですが、日笠山とは、これでお別れです。早速、葉焼けを起こしてしまった明石日立沢です。少しだけ日当たりが良すぎた場所に置いたせいかもしれません。時期的にまだ間に合うと思ったので、枯れた葉っぱも元気な葉っぱもすべての葉っぱを取る全葉刈りを行いました。多分9月上旬頃には8割方新しい葉っぱが戻ってきてくれるのではないかと思います。前回の動画の続きみたいになりますが、置いてある場所によってどれだけ違いが出るのかをご紹介いたします。これは、ほのかという品種です。午前中から昼頃にかけて直射日光が当たる場所に置いてあるのですが、だいぶ葉っぱが傷んでいるようです。葉っぱはチリチリにはなってはいない状態ではありますが、葉っぱの向きもあちこち向いていて少し苦しそうです。そして、こちらも同じ、ほのかです。先ほどのほのかの枝を挿し木して増やしたものですが、こちらは日陰に置いてあるので、青々として元気です。こうしてみると、やはり、特に夏の暑い時期だけは、もみじは日陰に置くのが良いと改めて思いました。同じくイロハモミジ系の品種、コモンニシキです。符が入っている割には、整った葉っぱの形をしており、葉っぱの大きさも小さめで、可愛いです。午前中から昼頃にかけて、日当たりが良い場所に置いてありますが、意外と葉焼けしづらく、丈夫な品種だと思います。この右側にあるのも、同じ、コモンニシキで、接ぎ木で増やしたものになります。遮光して、直射日光がほとんど当たらない場所に置いてあるだけで、葉っぱの色も濃く、ふとのコントラストが綺麗です。ひなうち若いでの品種、袖の内です。毎年、夏になると、葉っぱがボロボロになるので、毎年のように置き場所を変えています。果たして、今年はどうなるでしょうか。今のところ、まだ綺麗な状態です。このように他のもみじも、去年の葉焼けの具合や、生育状態を考えて置き場所をいろいろと変えていますが、5月頃からは、一旦置いた場所をあまり動かさないようにしています。例えば、家の中にある観葉植物をいきなり屋外に出して、急に環境が変わると、一日で葉焼けを起こすのと同じように、もみじも置き場所を急に変えると、葉焼けを起こしやすいので、要注意です。これも、毎年、夏になると、葉っぱがボロボロになるもみじのベスト5に入る、黄金イタヤです。大分や明月系のもみじですが、大分や明月系に関しては、特に夏の時期は完全日陰がおすすめです。去年は、幹の中に、たくさんのアリが出入りしていて、枝も徐々に枯れて少なくなってしまいましたが、今年は今のところ元気です。
同じく、大分や名月系のもみじを2つ、ご紹介いたします。こちらは、小倉山です。別名、十二ひとりとも言います。海外で生まれた品種、ムーンライツです。これらは、本当に葉焼けを起こしやすい品種なので、無残な状態になる前に撮影しておきました。西暦1700年代からある古い山もみじ系の品種、黄八丈です。黄色く紅葉するタイプで地味ではありますが、比較的丈夫な方だと思います。イタリアで生まれた品種、サマーゴールドです。ジョーダンという品種の兄弟のようで、ジョーダンは大分や名月系、サマーゴールドはイロハモミジ系ですが、おやきは一緒なのだと、いうことを言っていた、海外の YouTube チャンネルを見たことがあります。だから、大分や名月と、イロハモミジのハイブリッドなのだと言っていましたが、本当のところはどうなんでしょうか。少なくとも、サマーゴールドは、見た目はわかりやすいイロハモミジ系です。葉っぱの色は黄色っぽく、形が少しぽっちゃりしているものの、とても調和の取れた完璧な形です。同じところで作出された、ジョーダンやオレンジドリームは、よく販売されているのに、サマーゴールドがあまり流通していないのは不思議です。次は、以前ご紹介しました、呼び継ぎという方法で、接ぎ木を行ったもみじの状況をご覧ください。5月15日頃に接ぎ木を行い、約50日後の7月10日頃に完成したものになります。本体から切り離した後の葉っぱは、しばらく元気がありませんが、数日経過しているので、もう大丈夫だと思われます。失敗すると、穂木の方は1日で、あっという間に枯れます。今のところ、3本成功していますが、実は、6本失敗もしています。失敗した理由は、接ぎ木をしている最中に、強風で枝が折れて、穂木と台木ごと落下したのが2本。接ぎ木中に台木の方の水やりを忘れて、台木が枯れた、情けない失敗が2本。かなり、接ぎ木しづらい場所で接ぎ木したせいで、台木と穂木の形成層がずれたままテープを巻いてしまったことによる失敗が2本でした。あと、残り5本、接ぎ木を仕掛けておりますが、多分成功すると思います。というか、成功してほしいと願っております。もともと、剪定したい余計な枝を接ぎ木したものなので、失敗しても、それほどショックはありません。今回の動画は以上になります。ご視聴いただき、ありがとうございました。